はいどうも、海外テックのこれまじミントです。りなです。今日は公式ブログを一本丸ごと精読する回、ムーンショットの君 K3 発表文を最初の一文から脚注トリミテーションズまで掲載順に読みます。同じ一本のブログにムーンショット交渉のこの3つが並んでるんだって。 2.8 兆パラメータ 283.6 ミリ秒が 114.4 ミリ秒に短縮、そして64機以上のアクセラレータを推奨。しかも文書の最後には上位にモデルとユーザー体験にノーティサブルガップがあるとムーンショット自身が書いています。大きい自己申告値と自分で挙げた制約が同じ発表文に同居してるってこと？これマジ？ランキングの読み上げでは終わりません。図の軸、事例の検証範囲、脚注に埋まったハーネスの違い、書き手自身が挙げた弱点まで順番に読みます。全部見せて。最初にルールを一つ、今日出てくる性能値、効率、ケーススタディは全てムーンショットの一次資料に書かれた内容です。独立に検証された事実とは分けて紹介します。発表文に書いてあると本当にそうだったは分かってことだね。じゃあ最初の一文から読んでいこう。ブログの一文目はこうです。 K3 は 2.8 兆パラメータ、君、デルタアテンション、KDA、とアテンションレジデュアルズ、アットーネスの上に構築、ネイティブな視覚能力、100万トークンの文脈窓を持つとムーンショットは説明しています。一文に仕様がぎゅっと詰まってるね。全部同じ種類の数字なの？いいえ、2.8 兆は総パラメータ、100万は入力履歴の上限、ナティブビジョンは画像入力を同じモデルで扱う設計、KDA とアットーネスは情報の流れを変える仕組みの名前です。4つは別の軸の話です。このかっこいい絵はショートビラのブランド演出として見ておけばいいんだね。これはショートビラのブランドビジュアルです。性能根拠には使いません。ブログはさらに K3 を世界初のオープンな 3T クラスモデルと位置づけています。3T クラスは 2.8 兆を9として丸めた表現で、具体的なライセンスや再配布条件はこのブログだけでは確定しません。ニアヤメでもクロード、フェーブル、ゴト GPT5.6 ソルにはまだ届いてないって自分で書いてるの？そうです。総合性能では上位2モデルに届かないと先に認めた上で、評価スイート全体で綿の被験モデルを一貫して上回ったと続けます。アサーテステッドモデルズが誰を指すかはこの後フルベンチマークテーブルで確かめます。自社の発表文なのに最初に弱点を言っちゃうんだ。この留保を早い段階に置くことで後半の強い表現の範囲が限定されます。宣伝文書であると同時に自分で挙げた制約を最後まで守れているか、後半の表トリミテーションズで検算するのが今日の軸です。全重みの公開は7月27日予定。詳しい技術報告は後日ともブログは書いています。今日の時点では両方とも将来の予定です。じゃあ 2.8 兆という構成が第三者に確認されたとか、学習の詳細が再現できるとはまだ言えないんだ。そうです。今日読むのはブログに記載された仕様と主張です。ブログ本文にある 2.5 倍のスケーリングエフィシェンシーやステーブルラテント MOE、QAT といった言葉も詳細論文が来るまでは方法の要約として読みます。アベイラブルトデイとフルウェイツは7月27日が別の日程だってこともちゃんと覚えておかないとね。見出しは AN オープン 3T クラスモデル直近12ヶ月のうち9ヶ月、君系がオープンモデルの規模の上限を更新してきたとムーンショットは位置づけます。それってサイズの記録の話だよね。品質とか使いやすさとはまた別？その通りです。オープンモデル規模の上限はサイズの記録であって、品質や運用コスト、公開ライセンスの広さを直接示すものではありません。さっきの4つをこう並べてみると分かりやすいね。2.8 兆はモデル全体の容量です。1トークンごとにステーブルラテント MOE と組み合わせて896候補中16だけを実効的に有効化するとブログは書いています。16、896はおよそ 1.8% です。実際に動くパラメータ数ってじゃあいくつなの？書かれていません。共有層の大きさやエクスパート1つあたりの規模が不明なので 2.8 兆に16、896を単純にかける計算はしません。この図を左から読みます。左側はエクスパート選択とアテンション経路が同じブロックに組み込まれる部分。16、896はここで初めて重なります。図にないアクティブパラメータ値は補いません。右上のアルファって何？アルファはアットーネスが深さ方向の過去の表現へ割り当てる重みです。トークン1を探す通常のアテンションとは別の何層前の見方を使うかという縦方向の検索だと考えてください。右側のブロックバックボーンは層をブロックへまとめて選択参照する設計として読めます。
アテンションレジデュアルス公式リポジトリの説明では、前層を無条件に保持するフル型よりメモリ負担を抑える狙いだとされています。横方向はトークン熱の長さ、縦方向は層の深さ、分岐はエクスパートの数、2.8 兆を支えるのは大きさそのものより、データが移動する道の設計なんだね。ムーンショットは K2 比でオーバーあるスケーリングエフィシェンシーが約 2.5 倍と主張しています。速度 2.5 倍、学習費用半分、知能 2.5 倍のどれとも自動的には一致しません。定義や比較曲線は技術報告待ちです。それに、この改善は KDA、アットーネス、ステーブルラテント MOE の新設計だけでなく、リファインドトレーニング&データレシピ S も一緒に聞いていると原文にあります。新アーキテクチャだけの手柄にはしません。コーディングショーの冒頭です。少ない人での監督で、長時間の開発、巨大レポジトリの探索、ターミナルトゥールの調整を行える、とムーンショットは述べます。で、人間ゼロってこと？いいえ、サンドボックス、課題、トゥール、採点条件は人が用意しています。ここで言うコーディングは一問一答のコード生成より広く、読む、実行する、結果を見る、直す、という長期のエージェント、ループを指しています。この4つの矢印がぐるぐる回り続けるイメージなんだね。スクリーンショットを見ながら直すってことは、次の修正のための実行結果として使ってるんだね。そうです。視覚能力の価値は画像を説明できるだけでなく、実行画面を次の修正入力に戻すクローズドループにあります。この定義を次のカーネル事例とゲーム事例で確かめます。課題は同一サンドボックス、最大24時間、アットーネス、KDA、ヘッド次元も112の MLA カーネルを含む4課題のプロフィール、依頼とベンチマークです。ハードウェアは NVIDIA H200 と別ベンダーの GPGPU を使っています。GPGPU って普通の GPU と違うの？グラフィックス以外の汎用計算に GPU を使うことを指す言葉です。ここでは別ベンダーの GPGPU としか書かれておらず、ベンダー名やハードウェア仕様は非公開です。対象はアットンレス演算の本番形状、96層、モデルディム、8192、8192トークン、K3 は15時間連続で反復し、2、フェイズアルゴリズムとカーネルフュージョンを設計、フォワードプラスバックワード時間を 283.6 ミリ秒から 114.4 ミリ秒へ短縮したとムーンショットは報告しています。283.6 から 114.4 だから、時間はだいたい6割減ってことだよね。約 59.7% の短縮です。ブログのグラフ縦軸は FLA トリトンベースラインに対するスピードアップ、表示なので、この後は現図の言い方に合わせて読みます。この図、時間の経過ごとに線がどんどん伸びてる。これは時間とともにベスト、そう、ファーが階段上に上がるトラジェクトリーズです。K3、赤は3時間前後から伸び始め、5時間台で約 40% 台後半に達した後停滞し、11、14時間付近で再び伸びて最終プラス 59.7%、早い改善と後半の詰めを分けて読めます。他のモデルはテーブル、5、青、は4時間で 15% 台、5.5 時間で 26% 台、10、12時間台で大きく追い上げ、最終プラス 57.1%、最終差はわずか 2.6 ポイントです。GPT、5.5、緑は最終プラス 30.8%、GPT、5.6、ソル、エンジは最終プラス 17.3%、丸とかけるの判例は画像に説明がないので、意味は断定せず、多数の試行点とベスト値を更新する階段とだけ言っておきます。テーブル5の結果にはフォールバックを含むかもしれない。手中期までついてるの？そうです。フェーブル5は第三者評価で、この経路にフォールバック動作が含まれた可能性があるという留保です。行き先や条件はここでは書かれておらず、後のフットノーツで出てくるをパス。4.8 への具体的なフォールバックとは別の留保として区別しておきます。開発中の初期 K3 が K3 自身を作るのを手伝ってたってこと？開発後期、初期版の K3 がチームのカーネル最適化作業の大部分を担ったとブログは記しています。自分の系統のモデルを開発ツールとして使うフィードバックループの兆候として興味深いです。ただし人間が課題設定、採否、統合、品質管理をどこまで担ったかは本文にありません。AI が自分を完全に作った絵は広げません。一発正解より、測って、書き直して、また測ってを続けられるかを見せた事例なんだね。K3 はミニトリトンという小型コンパイラーを開発したとムーンショットは述べます。MLIR の上にタイル、レベル IR 層、最適化パス、
PTX コード生成パイプラインを持つ構成です。MLIR とか PTX って何なの？ MLIR は複数段階の中間表現を拡張しやすくするコンパイラーインフラストラクチャー。PTX は NVIDIA GPU 向けの仮想命令層です。DSL フロントエンドからタイル、レベル IR、最適化パス、PTX コード生成、ランタイムへと段階的に変換していく構成として読みます。横軸がアリスメティックインテンシティ、縦軸が達成性能です。斜めのルーフはメモリーバンドウィズ制約、水平のルーフはピークコンピュート制約、ミニトリトン、トーチ、コンパイルの点同じワークロード、同じシェイプごとに比べます。図題に CUDA、コアとあるので、本文にある転送コアパスの主張をこの1枚だけで証明したとは扱いません。ルーフ、判例を含む現図全体で判断したいもんね。なので軸、ルーフ、判例が残る形でそのまま見せています。マイクロベンチマークに加えて、ナノ GPT のエンドトレーニングが安定収束したともブログは書いています。小さなカーネル単体の速さだけでなく、コンパイラーパイプライン全体が実ワークロードを最後まで動かせたことを示す記述です。じゃあ、トリトンより完全に登ってこと？原文は、オンパーウィズをアベッター、サーテンワークローズ、範囲を限定する言葉です。対象のベンチマーク、ドタイプ、シェイプ、コンパイル時間、正しさの許容範囲が本文にないので、トリトン一般を上回ったとまでは広げません。それに、ブログは、from scratch を強調しますが、実際には MLIR、PTX、NVIDIA ツールチェーン、ナノ GPT という既存基盤の上に作られています。コンパイラーの前奏を中から発明したという意味ではありません。カーネル1個の速さからコンパイラースタック全体をつなげられるかや話が広がったんだね。コレクトネスとかカバレッジとかルーフラインとロス、カーブだけじゃ測れない部分もまだ残ってるってことか。3、JS Web GPU と GPU、コンピュートでプロシージャル生成のブラウザー、3D ワールドを作った事例です。コードと実行中のスクリーンを往復し、視覚を修正ループに入れるとブログは説明します。うわ、湖も小屋もあって西部劇の世界みたい。森も雪山も動く天候まで作ったんだ。すごいね。ここが精読の焦点です。最後の一文に外部アセットを使ったと明記されています。カウボーイと馬のアニメーションモデルとテレインデータは外部由来、エンバイロメントの生成、ゲームロジック、レンダリングと外部 3D アセットの利用を分けてみると成果の範囲がはっきりします。トルーっていう強調は宣伝の言葉として割り引いておくんだね。何回スクリーンを見てどこで人が手を入れたかは書かれてないし。そうです。生成と統合を分けて明記した点自体はケーススタディを丁寧に読む手がかりになります。48時間のオートノマスランでオープンソース EDA トゥールとナンゲート45ナノメートルライブラリを使いビルド、オプティマイズ、ベリファイした初期 POC の事例です。面積 4mm 以内 100MHz でタイミングクロージャー、シミュレーション上で8700、トーケンズ、S 超、スタンダードセル、1.46M、SRAM、0.277MB、INT4、MAC アレイと融合でクアンタイゼーションを積む、とブログは報告しています。本文は 4mm 以内8700兆って丸めてるけど、画像の中には13モジュール、3.981平方ミリ、8721トークン毎秒ってもっと細かい数字が書いてあるじゃん。そうなんです。本文の丸めと図の生値を突き合わせるのも精読の実演です。本文は読みやすく丸め、図は詳細を残しているという関係として読めます。クローズ S タイミングとかインシミュレーションで実際にチップができたってこと？クローズ S タイミングは指定クロックでタイミング制約を満たしたという EDA 上の意味です。インシミュレーションは物理チップを製造して実測した段階ではありません。設計の流れを段にすると RTL 設計、シンセシス、プレイス&ルート、タイミング、シミュレーション、テープ、アウト、ファブリケイテッドシリコン、ラブメジャメントという順が一般的な EDA フローです。ブログが明記する到達点はタイミング、シミュレーションまで、シンセシス、プレイス&ルートという工程名自体は本文になく、面積とタイミングクロージャーの報告から推定される段階です。消費電力、実シリコンイールド、製造後の動作はここに書かれていません。このキャッチコピー、印象に残るな。印象的な一文ですが、アーリープルーフオブコンセプトと、インシミュレーションという限定はムーンショット自身が書いています。
この限定を保ったままでも、48時間でハードウェアとソフトウェアの境界をまたいだ事例としては十分面白いです。この POC、どの工程まで進んだ話なんだっけ？明記されているのはタイミング、シミュレーションまでです。対象モデル、トゥールチェイン、ライブラリー、評価条件まで自律的に選んだかは書かれておらず、人間が設計課題を準備した可能性は残ります。自己参照の面白さは、自己製造より、アーキテクチャの特徴をハードウェアのデータパスへ写像する CO、デザインにあります。見出しの数字だけでなく、原文がどこまでを実測、どこからを予定として書いているか、脚注トリミテーション図まで含めて読むこういう回を、これからも作っていきます。発表文の行間を一緒に読みたい人は、登録して待っててほしいのだ。I、ラブ、Q は中性子星のモーメントオブイナーシャ、タイダルラブナンバー、スピン、インデュースドクアドルポールモーメントの間に現れる、状態方程式への依存が比較的弱い関係です。K3 は20本兆の論文を照合し、300兆の状態方程式で数値計算し、インタラクティブ HTML ダッシュボードを作ったとブログは報告します。経験ある研究者の位置、2週間分を約2時間でってこと？ムーンショットの推定比較です。何を完成条件としたか、研究者のエクスパーティス、既存コードの利用有無、レビュー時間を揃えた比較ではありません。3000行兆の Python という分量も正しさそのものの指標ではありません。論文の不整合を見つけたって書いてあるのも見たけど。は発見候補です。原論文の著者や専門家の確認。エラタム、再現可能なアーティファクトが示されるまでは、論文の誤りを確定させた、とは言いません。ソースリスト、単位形、数値手法、誤差許容、専門家レビューが揃って初めて、再現性の話になります。ここからはナレッジワークショー、実ユーザーのエージェント、ワークフローから作った社内評価で、一貫した改善があるとムーンショットは述べます。この棒グラフ、数字読めるの？読めます。オンラインエクスプベンチは K3、75.5、GPT、5.5、70.6、オーパス、4.8、65.9、DECK、ベンチは K3、73.5、GPT、5.5、68.2、オーパス、4.8、66.9、ファイナンス、ベンチは K3、62.6、GPT、5.5、60.7、オーパス、4.8、58.4、ただし比較対象が GPT、5.5 とオーパス、4.8 で、イントロで、及ばない、と認めたフェーブル、5と GPT、5.6、ソルはこの内部評価図にいません。比較対象の選定もムーンショット側だという点だけ、中立に指摘しておきます。データセット、ルブリック、シャッジ、ベースラインは非公開だから、公開ベンチマークより検証範囲は狭いってことだね。AI、ASIC 産業42年史のインタラクティブリポートです。120回兆の反復で作られ、2800回兆のウェブ検索、取得と1100回兆のターミナルデータプル、87件の四半期報告と99件の PDF を含む1万1000ページ兆を扱った、とあります。数字が表すのは情報量とトゥールコール量です。正確さやソース品質は別に見る必要があります。チャートがたくさんあることと、分析が正しいことは別軸なんだね。ムーンショットの事例説明では、391件の重力波イベントを20兆のサブエージェントで並行解析したとあります。ここで、一次資料同士を照合してみます。照合？ LVK の公文書には、累積で、パストロ 0.5 以上のトランジエントが390件という記載があります。ブログの391件とは1件差があります。追加イベントなのか、選び方の違いなのか、単純な表記差なのかは、この文書だけでは判別できません。誤りだと断定はせず、精読で見つかる小さな照合ポイントとして置いておきます。391と390。一見の違いに気づけるかどうかも、精読の面白さなんだね。という言葉も、リポートを反復改稿した意味で読みます。モデル自体の重みが自己更新した証拠ではありません。ここはモデルアーキテクチャよりプロダクト面の節です。ウィジェッツはチャット内でインタラクティブな部品を生成する機能。ダッシュボードはそれをトピックやプロジェクトごとに持続する画面へまとめる機能です。外部プルージンと連携し続けるって便利そうだけど大丈夫なの？利便性の裏で、パーミッションやデータフレッシュネス、ソースプロブナンスの設計が重要になります。ブログは機能紹介にとどまり、セキュリティモデルや接続先の制約までは説明していません。K3 自体の能力と、君、ワークという製品が保存、接続、表示する部分は分けて読みます。K3 は自身のアーキテクチャを説明する 3B ルー 1B ラウン風のモーショングラフィックスを制作したとブログにあります。3B ルー 1B ラウンは数学を視覚的に説明する
チャネルとして知られていて、動きがナレーションと同じ要点を伝える作風です。これって次の章に出てくるクアンタイルバランシングの話を K3 自身が解説してる絵なの？自己言及だ。そうなんです。自分のアーキテクチャを説明する例は、知識の内政を直接証明するものではありません。入力された技術説明とアセットを図解や遷移へ変換できるかを見る制作課題として読みます。56本のソースクリップから自身のティーザーを編集し、カット選定、ビート同期、音声処理、複数回の修正を行ったとあります。経験あるエディターで1、2日、ベギナーで3、5日、モムーンショットの工数比較で、品質基準やレビュー時間を揃えたコントロールドスタディではありません。オブイッツオンとか、イッツオンティーザーって印象に残る言い方だけど、そこから自己意識までは読み取らないんだね。モデルのアーキテクチャそのものを KDA やアットネスの中身から解剖した回も別に作っているので、今日の精読と合わせて気になった人は見てみてください。ここは前半の図と用語を言葉で定義し直す段落です。KDA はトーケンヒストリーを扱うシークエンス方向、アットネスは過去のレイヤーやブロックの表現を扱うデプス方向、セレクティブリーリトリーブズがアットネスの革新で、一様に足し続けるレジデュアルにどの深さの表現を使うかという重み付けを入れます。イントロとアーキテクチャ図とこの段落、同じ話を3箇所で付き合わせると理解が深まるね。896中16という太さでは、ラウティングとオプティマイゼーションが中心課題になるとブログは書きます。クワンタイルバランシングは、ルータースコアが分布の何%位置にいるかからエクスパート配分を決める発想です。敏感な調整パラメータを一つ外せるとブログは書いていますが、調整が一切不要になったとまでは書いていません。カーヘッド、ミューオンは MU オンはマトリックス、バリュードパラメータの更新をオーソゴナライズするオプティマイザー系です。パーヘッド、ミューオンはアテンションヘッドごとに独立して最適化する拡張とあります。シグモイド単ユニット、CTU、はアクティベーションコントロール、ゲイテッド MLA はアテンションセレクティビティを改善すると一文で説明されるだけで、式やアブレーションは書かれていません。役割のラベル以上には踏み込みません。トゥゲザー、テーズアドバンセスイネーブルってまとめてるけど、どの技術がどれだけ効いたかまでは分けてないんだ。そうです。2.5 倍を特定の一つの技術に帰属させることはしません。QAT、量子化を意識した学習を SFT 以降に適用し、ウェイトは4ビット、アクティベーションは8ビットのマイクロスケーリングフォーマットを使うとあります。は強い表現で、実際にどのアクセレレーターやサービングエンジンで検証したかの一覧はブログにありません。64機以上のスーパーノード推奨って、家の PC とはかけ離れてるよね。そうです。896、エクスパートから16を選ぶたび、エクスパートウェイトの配置とトーケン位相が発生します。高帯域のドメインが大きいほど遅いネットワークをまたぐ回数を減らせる、という理屈です。この一文は、重みが公開されることと、実用スループットで自前運用できる組織の範囲が別だと示す重要な箇所です。64機、机の下へ置く相談から、ラックをどう組むかの相談に変わったのだ。通常のプリフィックスキャッシングは同じ冒頭トーケン列の KV ブロックを再利用します。VLLM の公式ドックスによれば、リニアーのような KDAK は履歴を更新しながら状態を圧縮するため、通常の保存、再接続だけでは足りないとされています。対応実装を VLLM コミュニティへコントリビュートしたとブログは書いています。ブログの時点ではモデルと同時に公開予定。なので、マージド済みや複数ハードウェアで安定とまでは先取りしません。アーキテクチャの話が配信エンジンの話につながって、最後は値段の話にまでつながっていくんだね。利用面はエージェンツ、ワーク、コード、API、エンタープライズの5経路です。API 価格は100万トーケンあたり、ケイク、ヒット入力 0.30 ドル、ケイク、ミス入力3ドル、出力15ドル。ヒットとミスで10倍も違うんだ。0.30、3、15、出力の札だけ桁が違うのだ。お財布にもコンテキストマネージメントがいるんだね。コーディング、エージェントはレポジトリコンテキストやシステムプロンプトなど、共通のプリフィックスが再利用されやすいという説明につながります。公式 API はコーディングワークロードでケイクヒット率 90% 超、トムーンショットは述べます。オフィシャル、API、かつ、コーディングワークローズという限定付きで、全ユーザー、全タスクで 90% とは言っていません。共通プリフィックスが多いコーディングワークロードと、オフィシャル API 側のケイク運用が合わさった指標なんだね。そうです。KDA 対応のプリフィックスケイク実装がこの 90% 超にどれだけ寄与したかは、ブログのこの数字だけではわかりません。アーキテクチャ、サービングエンジン、ケイクヒット、
価格が同じ段落周辺でつながっていること自体が読みどころです。ここからはフルベンチマークテーブル、掲載も評価条件もムーンショットのブログによるもので、独立最速定ではありません。うわ、すごい数の量。この表を価値数より地図として読みます。まず列見出し、K3 はマックス、フェーブル5はマックス、ウィズフォールバック、GPT5.5 はシグ、同じ、最大。でもラベルとハーネスは一様ではありません。コーディングの量はどう？プログラムベンチは K3、77.8、フェーブル、76.8、GPT5.6、ソル、77.6、差はわずかです。ターミナルベンチ、2.1 は K3、88.3、GPT5.6、ソル、88.8、K3 が全コーディング行で先頭という表ではありません。フロンティア SWE は K3、81.2、フェーブル5が 86.6、SWE マラソンは K3、42.0、フェーブル5が 35.0、GPT5.6、ソル 39.0、オーパス 4.8 が 40.0。じゃあエージェンティックの方は？ブラウズコンプは K3、91.2、フェーブル5、88.0、GPT5.6、ソル 90.4。接戦です。オートメーションベンチも K3、30.8、フェーブル5、29.1、GPT、29.7。一方、G リープバル、AAV にやジョブベンチ、APEX、エージェンツといったところはフェーブル、この列が上に来る行が並びます。リーズニングは？ GPQA、ダイヤモンドは K3、93.5、GPT、94.1、HLE、フルは K3、43.5、フェーブル5が 53.3、GPT 5.6、ソルが 44.5、イントロのオーバーアルトレイルズという自己申告と整合します。ビジョンは？オムニドックベンチは K3、91.1 で掲載列中でも上位ですが、MMMU、プロやチャーシブ、マスビジョンなどはフェーブル5または GPT が上の行が多いです。ナティブビジョンを一つのスコアだけで代表させません。ダッシュは未掲載って意味だし、君、コードベンチ、2.0 みたいなインターナル行は公開ベンチマークと別カテゴリに見せてるんだね。そのインターナル行も一枚岩ではありません。君、コードベンチ、2.0 はフェーブル5が 76.9、K3 が 72.9、内部評価でも K3 が上に来ない行がそのまま載っています。競合値も各社ページやリーダーボード由来の行があり、ムーンショットが同一環境で前列を再実行した表ではありません。表から言えるのは K3 がいくつかのコーディング、エージェンティックドキュメント理解の行で非常に近いか先頭にいて、総合ではフェーブル5や GPT5.6、ソルに残る差もはっきり見えるということです。K3 の結果はすべてマックスリーズニング、テンペラチャー 1.0、トップ P1.0 の条件です。ハーネスってモデルとは別の話だよね。ハーネスはモデルにツール、コンテキスト管理、実行ループを与える足回りです。君コード、クロード、コード、コデックスのいずれかが課題ごとに使われます。同じモデルでも足回りでスコアは動き得ます。ディープ SWE では K3 の君コードスコアとは別にミニ SWE、エージェント、ハーネスでの 67.3 という値も脚注に記されています。モデルの実力に加えてこの長い鎖全部でスコアが決まってるんだね。ポストトレインベンチでフェーブル5がポリシーにより拒否したリクエストはオーパス 4.8 へ自動フォールバックするとあります。フェーブル5列は全タスクをフェーブル単独で処理したスコアとは限りません。フェーブル5に加えて GPT5.6、ソル側にも留保がついてるの？そうなんです。比較図の図中にはともあります。サイバーガーズが何かはブログに定義がなく、それ以上は踏み込みません。ただ、比較列の両方に何らかの条件がついているという点は押さえておきたいところです。さっきの表のブラウズコンプ K3 は 91.2 だったよね。でもこの 90.4 って数字は違うの？表の 91.2 は300系統組んでコンテキストアスクした時の値です。1M 文脈を管理なしでそのまま使うと 90.4、1M の方が 0.8 低いんです。コンテキストレングスの長さとコンテキストマネージメントの仕方は別の話として見るんだね。そうです。コンテキストレングスとコンテキストマネージメントは別の軸です。古い情報を圧縮し必要な情報を残すハーネス設計も能力の一部だとわかります。ちなみに 1M 管理なしの K3 90.4 と表の GPT5.6 ソル 90.4 は同じ数字ですが由来は別物なので
混同しないでください。乱数とかジャッジも結果に関わるの？コストトレインは3、ランズ平均、ゼロベンチは5、ランズ、タマルチモダルは3、ランズ平均、単発の偶然を減らす設計ですが、ばらつきの幅は表にありません。MCP、アトラスは500、タスク公開サブセット、100、ターン制限、ジェミニ、3.1、プロジャッジ、オートメーションベンチは600、タスク公開サブセット、パーセプションベンチはイン、ハウスで、公開ベンチマークと同じ検証可能性ではありません。白昼こそ、スコアがモデルだけの数字じゃない。で明かす一番大事なパートなんだね。ハーネス差やフォールバック、コンテキスト戦略を自分から開示している点は、この発表文の条件開示として評価できます。同時に、ヘッドラインチャートだけを切り出すと条件が消えてしまう、という危うさも示しています。一つ目、K3 はプリザーブドシンキングヒストリーモードで学習されているため、ハーネスが必要な履歴を完全に返さないと、生成品質が大きく不安定になり得ます。他モデルで始めたセッションの途中で K3 へ切り替えると、履歴の形式が合わず不安定になり得るとあります。ムーンショットは互換性が確認されたハーネス、君、コードなどの利用と途中切り替えを避けることを推奨しています。二つ目は、長期で難しい課題を進める学習が曖昧な箇所でも止まらず先へ進む傾向を強めたという自己分析です。曖昧な状況でユーザーに代わって予期しない判断をすることがあるとあります。システムプロンプトやエージェントセムリへ明示的な制約を置くよう推奨していて、これはモデル能力だけでは安全な運用境界が完成しないと認めていることになります。三つ目が最初に出てきたノーティサブルガップだ。そうです。ベンチマーク表で接戦の行があっても、ユーザーエクスペリエンスでは上位にモデルと明確な差が残るという総括です。原文はユーザーエクスペリエンスが具体的に何を含むかまでは分解していません。応答の自然さや指示推奨、レイテンシーなどは一般に考えられる要素の例として理解しておきます。イントロのオーバーアルパフォーマンススティルトレイルズと、文書の最初と最後で同じ留保がエンタ巻きを作っています。巨大で何でもできるモデルってイメージから最後まで読むと長期エージェントへ強く寄せたわけ。履歴の扱いと行動の境界に注意がいるシステムって像に変わるんだね。自社発表で競合との UX 差まで明記した点は精読上の重要な強みです。ただこの開示がケーススタディや性能値を独立検証済みに変えるわけではありません。今日読んで一番印象に残ったのは大きな数字より脚中と最後の3項目で見え方がガラッと変わったところだったな。良い精読は誰のクレームか、条件は何か、次に何を検証すべきかを整理して残す読み方です。2.8 兆、2.5 倍、カーネルやチップ、リサーチ事例、どれもムーンショット公式ブログに書かれた一時クレームです。重み、技術報告、アーティファクト、第三者の追試がこれから検証を進めます。スコアの横にはいつもハーネスとセッティング図を見る、君コードかクロード、コードかコデックスか、フォールバックはあったか、コンテキストコンパクションはどうか、乱数とジャッジは何か、モデルの名前だけじゃ足りないんだね。そしてリミテーションズは最後まで読む、プリザーブドシンキングヒストリーへの依存、過剰な先回り、UX ガップは長期エージェントとして使う時の設計条件です。面白かったら高評価や登録で教えてくれたら嬉しいのだ。気になった箇所があったらコメントでも教えてね。それでは、精読はここまで。みな、と、ミントでした。また読みに来てね。